憑依されてる時には、もうどうしようもない絶望感と、もう死にたくて死にたくてしょうがなかったんですね。はい。今日はですね、ゆうこさんにいらしていただきました90日講座をですね、前回受けてくださいまして、すごいいろんな変化と、そしてなんとゆうこさんも過去にものすごいものが首についていて、人生がもう本当に台無しになっていたということを最近伺いましたので、今日はですね、ゆうこさんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい。ゆうこさん、私つい最近ですね、ゆうこさんと個人セッションで初めてゆうこさんが過去にそういうことがあったっていうことを伺ったんですけれども、教えていただけますか？私は、もう今から、もう30年くらい前の話になるんですけど、あの、すごくこう、首が痛くて、で、本当に首が痛くて、で、その時から、ちょっといろんなことが、嫌なことがあったりとか、してたんですけど、で、そんなにその首が痛いっていうことはあんまり気にしてなかったんですけど、近所にお友達がいて、整体やってたんですけど、その整体師に行って、首を揉んでもらった時に、いくら揉んでも、首を揉んでもらっても、肩を揉んでもらっても、もうムク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 となんかこう、ボコ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 出てくるっていう風に言われて、これなんかいるんじゃないのっていう風に言われたんですね。で、お、その時にはもうあまり、気にしてはいなかったんですけど、で、その整体の友達の、また友達が、霊感が強い方がいて、その方のうちに遊びに行ったんですね。そしたらなんか、もう後から知ったんですけど、もうゆうこさんをうちに連れてこないでくれって言われたらしいんですね。で、なんでって聞いたら、あの人ものすごい首に、あの、蛇がついてると。大きな蛇がついてて、で、普通の蛇じゃなくて、尻尾が8個くらい、8 8本本。くらいある。で、首は一つなんですけど、そういうのももうぐる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 もう巻いちゃってて、もう、顔も変わっちゃってるよって言われうん。て、で、そういうことがあったので、あの、もう本当にもうそういえば、その時に思い出、そうだなと思ったのが、もうみんなからすごい怖い怖いって、うん。あの人怖いって言われたり、うん。もう近寄りたくないとえ、か、もうすごくいろんなことを言われてて、もう自分ではもう、なんていうんですかね、自分の性格が、うん。いけなかったりとか、なんかこう人からすごく嫌われる人なんだな、自分はって言ってずっと思ってたんですうね。ん。でそういうことがあって、しばらく、そういう状態で、だからあんまりこう人付き合いっていうのもうん。できなかったんですけれどうん。も、うん。で、ある時、その友人と、カレー屋さんに行ったんですけうん。ど、うん。そしたら、そこに後から入ってきたお客さんが、偶然、隣の席に座って、で、私の友達と話し始めたら、手がすごい冷たいから、なんかついてるわよって言われて、それから、あれよあれよという話が進んでいって、うん。そこでもう蛇がついてるってことが本当にまた分かって、うん。うん。ここで、除霊をし始めたんですね。おー、除霊してくれたんだ。うん。はい、そこで除霊してもらったんですよ。除霊始まった途端にこの手が、こういう感じでもう蛇の形のままお、固まってしまって、はい、そうあ、です。このまま固まってしまって、うん。でも体ももう硬直したまま動かなくなってしまって、霊能者さんが、あなた寂しかったのよねって言われた時に、うん。私ももう一つの存在も、その蛇も、うん。うわーってものす
すごい大きな声で泣き出したんですよ。あ、うものすごい泣き出して、で、それから、本当にあなた寂しかったのよねっていう言葉で、その、ついてた、もうほとんど蛇っていうよりも、もう妖怪になってあ、た、うんうん。女性だったんですよね。あ女の人だったんですけど、あ、う結局、んうん。女の人が蛇化して、うん。こレプう、うテリアンですん、ね。うん。あ、そうですね。そうですね。今思うとそうだと思います。で、うん。あの、その人が、あの、出てったっていう感じはい。なんですけど、うん。で、あの、その後に、除霊は終わって、私は家に帰ったんですけど、塩水を飲んでくれって言われうんて、うん。塩水を結構飲んだら、寝るときに、もう聞いたこともない、もう断末魔のような、こう、ゴーっていう声がお腹からもう聞こえて、すごい。それで多分いなくなったと思うんですけど、ちゃんと。あの、ほん残りよね。やっぱり、そうです、残りでね、す。魂とかこうやってアメーバみたいになってるからまだ残ってるんですよね。ネチネチしたものとかね。うわー、すごい。で、もう本当にそれで、朝起きた時に、目覚めた時には、もう今までに感じたことのない幸福感がああ、よかったやね。ってきて、うん。はい、もうこれでもう何十年の、その、リプテリね。アンうん。が、もう取れたんだって言ってよかった。思ったんですね。で、その後に、その霊能者さん、取ってくれた霊能うん。者さんに、あの、会いに行ったんですよね。うん。そして、お礼をしようと思ったんですけど、そしたら、なんとその霊能者さんに、うん。憑依してしまってて、もううん。行った時には、その方が、もうまさに蛇の顔になってしまってて、もう顔が変貌現象が起きてたんですよね。おお。はい。で、その時に初めてもう私がなんであんなに人から怖い怖いって言われてたのかっていうことが自分で初めてうん。分かったっていうことがありました。いやー、もう本当にそうですよね。その見えない存在を必ず知らないと、自分の人生台無しにされてしまいますよね。うん、わあ、本当に、わあ、すごいですね。ゆうこさんのこの経験があるからこそ、このエネルギーの大切さっていうのが本当にもう身に染みて分かってますよね。すごいですよね。